シェア畑ひもや3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日は栽培途上で病気が発生しづらい畝を整える方法についてご紹介します。冬の栽培では風が強く吹くことで畝の形が安定しない場合があります。この強風などの影響で野菜も影響を受けますが、病気の発生原因にも今後なっていく可能性があります。栽培中にしっかりと畝の状態を維持するようにしましょう。今回はその病気予防となる畝の整え方を紹介していきます。最後に質問にも回答していきますので、ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それでは現在の畝の状態を見ていきましょう。こちらは畝作りをして、その後ニンニクを植えたんですが、もうすでに風にあおられたりいろいろな要因で畝がかなり乱れてきています。ご覧のように凸凹があったり、裾が風によってまくられてしまったりというような状況にあります。このような状況にありますと、水が溜まったり、それで過失になる、カビに起因する病気になったりするというようなことが起こり得ます。これをうまく整えておくことが必要になると思います。一方、こちらの畝を見ていただきますと、やはり若干の凸凹はありますが、裾はきっちりと埋まっていますし、張り方もピンとしていますので、大きく影響を受けることはないと思います。ところどころ凸凹がやはりありますので、こういうものは徐々に整えていく必要があります。このように凸凹になってしまうと、雨が降った時に水が溜まってしまい過失になります。真冬は病気が多くはないのですが、春先になるとこの過失が原因で病気の発生源となりますので、畝は常に整えるようにしておきましょう。こちらは玉ねぎの畝ですが、比較的凸凹も少なく水が溜まるような状態にはないので、今のところ手入れは必要ないかもしれません。ただ玉ねぎの成長に従って、土が凸凹になってきますので、畝の手入れは今後必要になってくると思います。先ほどご紹介したニンニクと玉ねぎは、特に過失で春に病気にかかりやすいので注意が必要です。それではこの畝の修復をやっていこうと思います。まずはマルチが浮いてしまっているもの、これをもう一度裾をきっちりと埋め直します。マルチの裾というのは必ず深く土に入るようにしてください。強風などでマルチの表面が煽られるとすぐに剥がれてきたりしますので、深く掘った上で裾を埋めたらもう一度しっかりと踏み固めましょう。全体に裾が埋まっているかどうかチェックしてください。このように浮き上がりかかっているところについては、周りをよく掘り上げてマルチの裾をしっかりと土の中に入れて踏み固めるようにしてください。これでマルチがぴったりと張れました。続いて表面を鎮圧して全体を平らにしていきます。このように手で鎮圧してやってもいいですし、このようなならし板を使って鎮圧するのも一つの方法です。ならし板の場合の方が平均的に鎮圧できますので、ならし板を使われる方が効率的かと思います。このように全体を鎮圧して平らにしていきます。マルチの表面が平らになれば、雨などで水が溜まることもなくなりますので、過失が避けられ、春になってベト病などの病気が発生することも防ぐことが可能です。おおむね平らにできています。鎮圧して、表面は平らにしたんですが、残念ながら、どうしても元々の土の厚みがなくて、水をあげれば溜まってしまうようなところが生じることがあります。このような場所があれば、このように少しマルチに穴を開けて水が引くようにしてください。そうすれば
雨が降って水が溜まろうとしてもここから流れていきますので、過失が防げます。あまり大きな穴を開けるとそこから雑草が生えたりもしますんで、小さな穴で十分だと思います。このような手入れをやはり、定期的にやって、春先に過失で病気が発生しないように、してください。特にニンニクや玉ねぎは重要です。こちらにも比較的綺麗な畝なんですが、こちらにも水たまりがあります。これも穴を開けて水はけをするようにしておきましょう。これで過失が防げます。なおかつ飛び出した部分については鎮圧をして畝を整備するようにしましょう。これから寒くなって霜が降りるというような季節になることもあります。そのような時にはそら豆やスナップエンドウなどの豆類、特に防寒対策をしないところについては霜柱が立つ場合もあります。で、霜柱が立ちますと畝の荒れ方、これが煩雑に起こるようになります。ですので、十分注意が必要です。霜柱が立った朝は畝を見ていただいて、霜柱があったら必ず潰していきましょう。そのようにすることで、畝が適切に保たれます。こちらの畝も、マルチを張り終えた時は十分土をかぶっていたと思われるんですが、どうしても雨が降ったりして土が痩せてきたりします。そのためにマルチが浮きやすくなりますので、もう一度よく裾の部分を土の中に埋め込んで踏み固める作業をしましょう。ピンと張ったのが分かっていただけると思います。このような補修作業はこまめに続けていただく方がいいと思います。ニンニク、玉ねぎやそら豆等の収穫時期は5月、6月ということになりますので、かなり長い期間畝を使いますから、畝のメンテナンスというのは非常に重要です。それでは質問コーナーです。こちらの種まきの失敗原因の動画にコメントをいただきました。そもそも種のコーティングは何のためにしているのでしょうか、というコメントです。種は吸湿したり反対に乾きすぎたり、ということがあります。保管が非常に難しくて、正しくはビニール袋に入れて冷蔵庫で保管するんですが、種屋さんで種袋で売っている場合、そこまでの管理はできません。そのために適切な湿度を保つこと、それから雑菌が入ってこないようにするためにコーティングが行われています。ですから、実際に種まきをされる場合、よく言われるのは、水につけて発芽しやすくしてそれから種まきをしましょうということがあるんですけれども、コーティングされた種については事前に水につけることは厳禁です。せっかくつけたコーティングが剥がれてしまいますので、コーティングのされた種についてはそのまま畑にまくようにしましょう。今日は栽培途中で病気が発生しづらい畝に整える方法を紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川がお送りしました。それではまた。